もしたった数分の映像であなたの人生が決まってしまったら、遡ること26年前の1996年6月6日、舞台はアメリカテキサス州ダラス。知らない男が家に入ってきて息子たちを刺したんです。涙ながらに警察に訴えている女性はダーリー・リン・ルティア26歳。その日の深夜、彼女の6歳と5歳の息子が何者かに殺されてしまったんです。落ち着いてください。それよりあなたは大丈夫ですか？息子たちを必死で守ろうとしたのか、ダーリー自身も首に深い傷を負っていました。事件が報道されると、地元住民からは口々に同情の声が集まります。あの家の母親、かわいそうにな。本当だよ。誰がこんなひどいことをしたんだ。そんな凄惨な事件から8日後の6月14日、この日のニュース番組で衝撃的なスクープ映像が流れました。みんな盛り上がってる？テレビ画面に映し出されたのは、パーティー用のスプレーを振りまくダーリーの姿。彼女は楽しそうにはしゃいでいました。自分の子供の墓の前で。幼い息子たちを何者かに殺害されてしまったダーリー・リン・ルティア。悲しみに暮れているはずの彼女はなぜ子供たちの墓の前で笑っていたのか。そこにあったのはマスコミ報道による偏見を誘った情報操作だったんです。おとつかき氷食べたら頭がキンってなりました。ケンちゃんです。シロップはいちごよりメロン抹茶やみよいこです。本日皆様にご紹介するのは、アメリカで起こってしまった6歳と5歳の少年が殺害されてしまった事件。なんでもう幼すぎるわよ。物心をつくかつかないかぐらいですか。実はですね、この2人兄弟でね、まだまだ小さな子供だったんですけどね、マスコミが報道したある情報によって、この事件は一気に様相を変化させていくんです。まずはですね、この事件当日の様子から見ていきたいと思います。真夜中の侵入者。遡ること26年前の1996年6月6日、アメリカテキサス州ダラス近郊にある静かな住宅街が今回の舞台。その日の深夜、警察に1件の通報が入りました。大変なんです。今さっき知らない男が家に入ってきて。通報したのはダーリー・リン・ルティア26歳。5歳と6歳の兄弟と生後7ヶ月の赤ん坊を育てる3児の母でした。ダーリー、こんな夜中にどうしたんだ？電話越しに叫ぶダーリーの声を聞きつけ、夫のダリンがリビングに入ってきます。ダリンは生後7ヶ月の末っ子と2階の寝室で寝ていたので、何があったのか全く知らなかったんです。なんてことだ。リビングに足を踏み入れたダリンは思わず言葉を失いました。そこにはなんと5歳と6歳の息子たちが血まみれで倒れていたんです。信じらんない。一体何の恨みがあってこんなことするわけ？ほんとひどいっすよね。そしてね、これで一番ショックを受けたのは、その場に居合わせたダーリーだったんです。血まみれの息子たちに愕然としていた夫ダリンでしたが、彼は妻の異変にもすぐに気がつきます。ダーリー、君も怪我してるじゃないか。そう、ダーリーは首元から大量の血を流していたんです。彼女は一命こそ取り留めたものの、首には9センチの深い傷を負っていました。ごめんなさい、助けられなかった。夫の前で力なくすすり泣き始めるダーリー。彼女の傷は我が子を守ろうと必死で犯人に抵抗した結果できたものでした。結局6歳の長男は胸を2箇所刺され即死、背中を4箇所刺されていた5歳の次男はかろうじて生きていたんですが、救急車の中で息を引き取りました。子供のために体張ったのにこんな結果になるとかあんまりよ。ちょっと決してね、ダーリーのせいではないんですけれども、彼女は自分をね、責めてしまったんです。お願い、早く犯人を捕まえてください。犯人はガレージから逃げていったわ。ダーリーは駆けつけた警察に向かい、涙ながらにそう訴えました。そこから警察はダーリーの自宅と敷地内を捜索しましたが、侵入者の足取りはつかめず、翌日事件が報道されると、愛する我が子を目の前で殺されてしまったダーリーに地元住民からは同情の声が相次ぎました。2人の子供を同時に失うなんてかわいそうで見てられないよ。一体誰がこんなひどいことを。当時はさ、子供たち守れなかった悔しさとかもなくしちゃった悲しみもあるだろうし、めちゃくちゃ怖かったんじゃない？誰もがね、ダーリーのことをかわいそうな母親として同情していたんです。しかしそんなね、ダーリーを取り巻く状況はある出来事で一変してしまうんです。笑う母親。ダーリーが2人の息子を失った数日後、彼女は何やら大きな荷物を抱えどこかへ向かっていました。その隣にはカメラを抱えたマスコミが。マスコミに向かってダーリーはこう話します。息子が生きていれば今日で7歳を迎えていたはずでした。ダーリーは誕生日を迎えられなかった息子をせめて盛大に送り出してあげたいとパーティーを開くことにしたんです。その話を聞きつけたマスコミがぜひ取材させてほしいと足を運んだんです。ハッピーバースデー。息子たちの墓を訪れたダーリーは沈んだ気持ちを奮い立たせるように声を上げました。まさかこれが悲劇の始まりになるとは、この時彼女は思ってもみなかったんです。あんな悲しい事件の後だったのに、ダーリーめちゃくちゃ強い人じゃないの？何が悲劇の始まりに変わるわけ？ダーリーのこの時の行動が世論の風向きを大きく変えてしまったんです。
。事件から8日後の1996年6月14日、ダーリーの元には地元住民たちのバッシングが相次いでいました。自分たちの子供が亡くなっているのに、なんだこの母親は不謹慎だぞ。その原因となったのはマスコミの偏向報道。住民たちが激怒している原因は、その日のニュース番組で流れたスクープ映像でした。カメラが捉えていたのは、誕生日を迎えられなかった息子のためにパーティーを開くダーリーの姿。さあ行くわよ。くちゃくちゃとガムを噛みながら甲高い声で笑い、パーティー用のスプレーを撒き散らすダーリー。ニュースで流されたのはその一場面だけで、なんと詳しい事情の説明は一切行われていなかったんです。こうしてダーリーに向けられていた同情の声は批判へとその様相を一変させていくことになります。そして報道から4日後の6月18日、ダーリーは逮捕されてしまうんです。なんでダーリーが逮捕されるのよ。おかしいじゃない。ついにダーリーはね、逮捕されてしまったんですけど、なんとこの後国民を巻き込んだ大論争になっていくんです。憎まれる母。事件から半年後の1997年1月、ダーリーを被告人とする裁判が開かれようとしていました。罪状は殺人罪。なんとダーリーには2人の息子を殺害した容疑がかけられていたんです。我が子の墓の前ではしゃぐダーリーの姿を見た警察は、彼女が真犯人だという疑惑を強め、逮捕に踏み切りました。世間は事件の数日後にはしゃいでいた彼女のことを、息子が亡くなって喜んでいると捉えたんです。この裁判は多くのテレビ局によって中継され、裁判所には傍聴席を求める人々の長蛇の列ができていました。子供殺された母親がいきなりなんか殺人犯の容疑者になったら、そりゃ騒ぎになるわよ。ただね、それだけが理由ではないんですよ。ダーリーの裁判が注目されたのは2年前に起こったある事件がきっかけなんです。というわけで本日のメトラキーワード、スーザン・スミス事件について。スーザン・スミス事件とは1994年10月に起きた殺人事件です。被害者は3歳と1歳の子供でした。犯人として逮捕されたのは子供たちの母親、スーザン・スミス。スーザンは不倫相手と一緒になりたいという短絡的動機で何者かの誘拐を装い、2人の子供を殺害。我が子を手にかけた残忍な犯行にアメリカ全土から非難の声が相次いだんです。2人の幼い子供が犠牲になった点で、スーザン・スミス事件と今回の事件はよく似ていました。スーザン・スミス事件のように何らかの目的を達成するために殺人事件を偽装することを狂言殺人と言います。特に自殺では保険金が下りないといった理由から、保険金目的で家族が殺されたと嘘の証言をするケースが多いんです。今回の事件も母親ダーリーによる狂言殺人だと考えるアメリカ国民が多数見られました。今回の事件はスーザン・スミス事件がまだ記憶に新しいうちに起こってしまったため、より注目される結果になってしまったんです。加えて子供の墓で笑うスクープ映像の影響もあり、アメリカ国民はダーリーへの反感を一層強めていきました。そして裁判において検察はそんな国民感情に便乗する形でダーリーを追い詰めていくんです。その作戦とは、徹底的にダーリーの人間性を否定することでした。被告人は子供を置き去りにして頻繁に旅行に行ったり、大金をかけて応挙手術を行うなど、自分だけが贅沢三昧な暮らしをしていました。おまけに子供の遺体の写真を見ても涙一つ見せず、我が子の死を悲しんでいるようには到底見えません。また検察はダーリーの犯行動機について金銭目的だったと主張します。ダーリーは夫婦で会社を経営していたんですが、事件前には経営難に陥り110万円の税金を滞納していました。このように金に困っていたこともあり、ダーリーは保険金目当てで我が子を手にかけたのではないかと検察は主張したんです。ここまで聞いてるとさ、ちょっと無理ある気がするわよ。子供たちをほったらかして遊んでたことと事件というのは無関係ですよね。そうよ。ですが、なんとダーリーが子供たちを殺したかもしれないという物的証拠も出てきているわけです。ダーリーは事件当日、知らない男が家に入ってきて襲いかかったと言っていました。検察はこれを狂言だと主張。その証拠として挙げられたのは、現場に残された凶器のナイフでした。子供たちを刺したそのナイフにはダーリーの指紋しか見つからなかったんです。さらに犯人は網戸を切り裂いて自宅に侵入したとされていましたが、これに関してもダーリーの自作自演ではないかと思わせる証拠が見つかっていました。ダーリーの自宅からは凶器のナイフのほか、網戸の繊維が付着したナイフも見つかっているんです。これら2本のナイフはいずれももともと自宅にあったものでした。外から網戸を切り裂くのに家の中にあったナイフを使うことはできないはず。また自宅にあった金品は何一つ盗まれておらず、部外者の犯行とするには不自然な部分が多かったんです。そして検察側が最後に提示したのが、ダーリーが息子の墓ではしゃいでいるあの映像。これは子供を亡くして悲しんでいる母親の行動ではない。そう激しく叱責する検察の姿に多くの陪審員が共感したんです。凶器のナイフにダーリーの指紋しかないってめちゃくちゃ証拠じゃないの。できすぎてるのかもしれないしわかんないですけど、ナイフに彼女の指紋しかなかったのにはある理由があったとも言われているんです。私はやってない。検察の主張が終わると、続いて事件当日に何があったのかをダーリーが証言し始めました。1996年6月6日の夜、2人の子供たちとテレビを見ていたダーリーはいつの間にかソファーで眠っていた。
そこへ忍び寄る何者かの影。人の気配を感じダーリーが目を覚ますと、そこには見知らぬ白人の男が立っていた。その手にはナイフが握られている。なんなのよあなた。恐怖を感じたダーリーが叫ぶと、男がナイフを振りかざし襲いかかってきた。やめて。男のナイフがダーリーの首元をかすめる。しかしダーリーも必死に抵抗した。ちっくそ。しばらく揉み合った後、男はその場から逃走。安堵したダーリーの手には凶器のナイフが握られていた。ダーリーが犯人と揉み合ってる時にダーリーの指紋がついたってこと？そういうことになりますよね。それではですね、ダーリーと弁護人のね、主張を見ていきたいと思います。あの時、慌ててナイフを握ってしまってから犯人の指紋が消えてしまったんです。神に誓って私は嘘を言っていません。そう言い放ったダーリーでしたが、本人しか目撃者がいない以上、この証言は有力な証拠にはなり得ません。ただ、ダーリーの無実を証明する材料はこの証言だけではなかったんです。彼女の弁護人は強い口調でこう言います。事件当時、被告人の自宅には家族以外の何者かが侵入していた痕跡があります。実はダーリーの自宅には誰のものか特定されていない指紋が血のついた状態で残されていたんです。ダーリーは犯人なのか違うのかもう全然わからなくなってきたわよ。これはね、難しいですよね。果たしてね、ダーリーに下された判決は一体どのようなものだったんでしょうか。裁判の行方。すべての審理を終え、ダーリーは静かに判決を待ちます。状況証拠はダーリーに不利なものばかり。しかし、有力な物的証拠はナイフの指紋ぐらいしかなく、ダーリーを有罪にする決め手には欠けると思われていました。それらをすべて踏まえ、ダーリーに下された判決はなんと、死刑。嘘よ、私は殺してなんかない。警察に連れ添われ、泣き叫びながら法廷を後にするダーリー。判決の決め手となったのはダーリーのスクープ映像だと考えられています。審理の間、彼女が子供の墓ではしゃいでいる映像が何度も流されていました。不謹慎とも捉えられるダーリーの姿が繰り返し流され、陪審員の心象は最悪なものになっていたんです。もしこの時、明るく笑顔で息子の誕生日を祝ってあげたいというダーリーの気持ちを陪審員が理解していたとしたら、判決は違っていたかもしれません。ダーリーが息子の誕生日を祝ったあの日、その直後の法事の席で彼女はずっと泣いていたというんです。後にその事実を知った陪審員の一人はこう口にしました。もしその日の映像を全て見ていたら、私は有罪に票を入れなかったよ。陪審員は切り取られたスクープ映像で判断してたからってこと？そんなことあり得る？陪審制のね、デメリットでもあるんですけど、イメージによって判決が決まってしまうっていうのはあるんですよ。国民感情を判決に反映しようという趣旨のものなので、こういったことはあるかもしれないですけどね、難しいですね。現在でもダーリーとその家族は冤罪を訴えており、未だに死刑は執行されていないんです。2019年にはアメリカの大手テレビ局がこの事件のドキュメンタリーを放送。実情を知った人々の間でダーリーの無実を支持する声も高まっているんです。同時に裁判所もダーリーの自宅に残されていた何者かの指紋について3度にわたって再調査を指示。事件の真相を究明しようという動きは今現在も続いているんです。ダーリーは殺人犯なのか、それとも冤罪なのか、真相は明らかになっていないんですが、子供の墓で笑う映像を見た陪審員の心象だけで判決が導かれた可能性は否定できないんです。この裁判の動向には切り抜かれた一部の情報だけで誹謗中傷が飛び交う昨今の SNS の風潮とも重なるものを感じさせられます。様々な情報が簡単に手に入るようになった現代だからこそ、目の前の情報に流されない冷静な目を養うことがより重要になってきているのではないでしょうか。